姥捨山。昔、ある国に、働けなくなった年寄りは役に立たないから、姥捨山に捨てなければならない、という決まりがありました。その国のある家で、年老いた母親と息子が二人だけで暮らしていました。母親は年をとって、畑仕事がだんだん難しくなりました。もう、私は働けない。そろそろ、私を山へ捨てなさい。ある日、母親が言いました。息子は悲しくなりました。母さん、それはできない。いいえ、捨てなければなりません。決まりなんだから。私を捨てなかったら、お前は捕まってしまう。それは、そうだけど。何日も迷ってから、とうとう息子は覚悟を決めました。ある日、息子は母親を背負って、姥捨山へ向かいました。初めての山道ですから、だんだん道がわからなくなりました。それでも上へ上へと登っていました。ふと息子は母親が時々木の枝を折っていることに気がつきました。母さん、どうして枝を折っているの？お前が家へ帰るとき迷わないように枝を折っているんだよ。折れた枝を目印にしたら迷わないで帰れるからね。息子は泣きました。母さん、ダメだ。やっぱり母さんを捨てられない。ダメだよ。ここでいいから私を置いて帰りなさい。嫌だ。息子は母親を背負ったまま、急いで山を降りました。そして、床下に部屋を作って、母親を隠しました。しばらくして、殿様は、隣の国の殿様に難題を持ちかけられました。灰で縄を作れ。できなければ、お前の国を攻め滅ぼす。殿様は困って、みんなに答えを考えさせました。息子は母親にご飯を渡しながら、そのことを話しました。すると、母親は言いました。簡単だよ。縄を塩水につけてから燃やせばいい。板の上で燃やしたら、形も崩れないし、上手にできるよ。息子がその通りにやってみると、灰の縄ができました。息子はそれをお城へ持って行って、殿様に見せました。しばらくして、また隣の国の殿様が難題を出しました。7回曲がっている竹の中に糸を通せ。できなければ、お前の国を攻め滅ぼす。息子が母親に話すと、母親は言いました。簡単だよ。
竹の片方に蜂蜜を塗って、もう片方から糸をつけたアリを入れればいい。竹の中をアリが歩いて、糸を通してくれるよ。息子がお城へ行って、その通りにやってみると、すぐ糸が通りました。殿様は喜びました。しばらくして、また隣の国の殿様が難題を出しました。打たなくても鳴る太鼓を持ってこい。できなければ、お前の国を攻め滅ぼす。息子が母親に話すと、母親は言いました。簡単だよ。太鼓の中に蜂の群れを入れればいい。太鼓の中で群れが動いて、太鼓を打ってくれるよ。息子がその通りにやってみると、打たなくても鳴る太鼓ができました。隣の国の殿様は、この国の知恵に感心して、攻め滅ぼすことを諦めました。殿様は喜びました。そして息子に言いました。素晴らしい知恵だ。お前は一人でこれを考えたのか？それは、息子はためらいました。どうした？誰に教えてもらったのだ？実は、私は、働けなくなった母を、うちに隠しているんです。難題の答えは全部、その母が教えてくれたんです。息子は捕まることを覚悟しました。働けない老人を捨てないのは、この国では犯罪です。しかし、殿様は、しばらく考えてから言いました。そうか。年寄りは働けなくなったら役に立たないと思っていた。しかし、我が国は年寄りの知恵のおかげで救われた。決まりを変えなければならないようだ。殿様は、年寄りを捨てなければならないという決まりをやめて、年寄りを大切にしなければならないという決まりを作りました。息子は殿様からたくさん褒美をもらって、母親と一緒に幸せに暮らしました。